you. 20席ぐらいあったんかな。20席ぐらいあって、ほんでもう一人でやるようになってから改装して、その時でだいたい20席から15席ぐらいかな。で今これもう完全にもう一人でやっていくって決めてるんで、もうまだこれ最近改装して12席、だんだんね縮小になってきてんねんけども、まあおかげさんでお客さん変わらず減らんとね来てくれてます。
き飯の肌合は全部ね焼き飯。これ特注が、ガスではないんですよ。これ灯油で炊いてるんです。だからバーナーでこんなん多分あんまり見たことないんちゃいます？結構珍しいもんなんですか？珍しいというか、第一朝日の系統はみんなこれ使うてやるね。でうちのラーメンは濁らしたらあかんからね、もう箸でこう常にこう操作。その理想的な麺みたいなのってあるんですか？その自分の思う。膨らみとで湯がきの速さ、時間もう遅かったら回転悪くなるし、お客さん待たせるし、で膨らまへんかったらで細麺のままで上がってしまうからまた食感が違うでしょ。そこのところはやっぱりね、自然のこともあるから、そう言うてた湿気とかそんなこともある、温度とかもあるから結構難しいねんけどね。
や何回も考えてんねんよ。何回も人入れようかって考えてんねんけど、やっぱり今のこんなん言うたらおかしいけども、やっぱり若い子が長続きせえへんいうことでね、来てもらおうはやめるわ、来てもらおうはやめるわやったらまた昔と同じことやから、もうそれやったら一人しんどい目したらええわ思ってね、今一人で頑張ってるから、もう一発勝負したいんやけど、やっぱりねなかなか本気でがつかんね。そうそうそう、もう大体お客さん何食べるかっていうのを把握してるんで。ちなみに先ほどのいつものお客様は何をご注文されますか？ラーメンセットの、ネギのトッピングですね。
よ。お店よく来られるんですか？月2、3回は。なんかお味いかがでしたか？でも最高です。ラーメンセットで嬉しいな、してもらいますよ。こう手で温度をさっき測られてましたね。こう麺の硬さ硬さですね。硬さ硬さです。手でわかるんです。手で分かるんです。これね、つまむとね、麺に線が出てきるんですよ。その線が太いとまだダメなんですね。細くなってきたとぐらいが揚げ時なんで。ありがとう。ありがとう。ワンオペやから料理作ってすぐ持ってって帰ってきて洗ってわかるかな。ちょっと線が出てます。あ、真ん中に。これはちょっとまだ硬いから。お味いかが？いや、美味しいですよ。はい。意外と朝日の味やなと思って。一人でワンオペでやりだしてからね、14キロが出てるんですよ。14キロですか。これだけやっぱ大変ってことですね。大変やね。ありがとう。
証のために聞いたりはします。結構たくさんお肉入ってますよね。そうです、5枚に入って5枚。でます厚切りの肉ね。どっちもチャーシュー5枚入るんですね。サービスしすぎですよね。本当ですよね。もうよくお店来られてるんですか？僕は週1か2週間に1回ぐらいです。あ、もうそれでもういつものっていう感じで。そうですね。お味いかがですか？とても美味しいですよ。めっちゃ緊張するわ。
ラーメンセット2つ。はいよ。何と何で迷ってはったんですか？デラックス。デラックスと。せい。はいよ。お味の方いかがなんですか？安定的に美味しいです。
しょう。晴れのち曇りでにわか雨、雷を伴うでしょう。千葉県南部は晴れのち雨で。味の方いかがですか？美味しいですね。一時週に3回ぐらい来てましたね。いつもまだ結構変えたりしてあるのに必ずもう言わなくてもやってくれるんで来たらやってくれるんでこれはその、焼き飯セットだと両方少々なんですよ。で前までこれ普通だったんですけど20キロぐらい取っちゃってちっちゃいにしようと思ってお味の方美味しいです。まだ2回目なんであれなんですけど、やっぱり美味しいな。チャーハンも美味しいですし、ラーメンも絶妙に美味しいです。こちらの飯は小。はい。これのそば痩せますね。痩せますね。めっちゃ暑いですもんね今日。結構よく来られるお店なんですかね。たまにな。なんか醤油ラーメン食いたなった時に、お味ももう気に入られて、まあ飯と合うかな。ありがとう。一番こうお客さん入ったなっていう日で何人ぐらいが最高なんですか？この6年ではい。 6年で、まあオープン当初だったらそれはもう200人近く来てた時もあったし、 200でやっぱり一人でやり始めてからやっぱりキャパいうもんあるからね、やっぱり最後60ぐらいかな。スープの限界とか、はいで麺の数も大体もう60って決めてるから、はいそれ以上行ってしまうともう店閉めますよみたいな。じゃあもう俺の体がね、はいもうそれが限度やからそうでスープも限度やしね、もうそれから10時半からコンスタントに入ってくれたら1時には完売してます。おいくつなんですか？これ、はい年、はい54。まだまだもうええ年いってるよ。いや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 もうええ年いってるよ。だけどね、みんな来てくれてくれはるからね、頑張らんとね。
台結構量あったと思うんですけど、結構世間の台よりはちょっとボリュームあると思いますよ。はい。味も結構気に入られてる感じ。そうですね。まずかったら食わないです。そうです。ありがとうございます。今日も一日ありがとう。満タンにしとかんとね、釜が焼けてるから釜が穴開くから、で水満タンに運ぶの。じゃあありがとうございました。ありがとう。大きに。めっちゃ美味しい。めっちゃ最高です。はいどうぞいらっしゃい。よいしょよいしょ。やっと息子も今ちょっとずつもう仕事覚えてきて、はい。俺が休んでも店任せれるようになってるから、ああ、それはもう全然、そうすごい助かる。違いますね。これもだから1日で吐くわけよ。これ1日分ですか1日分よ。どんだけやろ、びっくりするやろ。
何年だ2009年か15年目ですかね。目か。はい。僕最終学歴中卒なんですよ。居酒屋さんとか、そういうところバイト渡り歩いてほぼほぼ遊んでた時期があってね、はい。先輩がはい。東京の東京の。銀座はい。いや天ぷら屋さんに働いてて、はい。よかったらうち来ないか、それ僕17だ。それでずっと天ぷら屋さんにいました。で俺何が好きなんだろうみたいな、ラーメン食べてんぞ、ラーメンちょっとやってみようかみたいな。で東京にいた頃もそういうなんかこう二郎系って言われるラーメン屋さんにもよく行ってたし、はい。奈良にそういう店なかったし、はい。で大体何人前ぐらいあるんですか。130からスープなくなり次第終了なるほど。で長くても10時には閉めてる。昔は週1回休んでたけど、はい。最初の1年半ぐらいすっげえ暇やったから、休んでる場合じゃないと。で年中無休にしたわけよ。最初年中無休の24時間営業しようかなって思ったぐらいだ。緊張感ない。緊張感持てと。そんなことしすぎてる。そういう塩、あとなんか生姜とかニンニクとか全部合わせて調味液。この酢が俺返しで一番大事だと思う。合わせる。
パパラッチとか最高。こっちが味変えたりお客さんが飽きてはい離れちゃってるからはいはいつってなんかいろんなことやりだすじゃん。はい富はそれいらない。うちだってほとんど7割8割学生で学生が変わってくれるからなるほうんすごいよね。どはい学生が年に一遍まあ簡単に言ったら4年に一遍はい変わるわけよ。はい4月5月になったらまた新しい学生がわーってきてそれで4年間持ってくるってちょうど今日お客さんが来た。一生懸命働いてるっていうのはこれ社長が見たら喜ぶよ。マジで。こういういいってなんかお客さん綺麗にもんがね。4月に1話を投稿しまして、1000人の販売再生を投稿していますね。こちらもお楽しみです。じゃあまた来週もね。お店の名前の由来って何かあるんですか？がっつり系でなんかいい名前ないかなって思った時のなんかパッとひらめいたのがジャンクでなんか語呂がいいのはなんか鉄長男の名前が鉄ジャンクや鉄いいじゃんみたいな深い理由はないですだから出されたものを黙って食べるジャン鉄ラーメンのね大盛りで全部マシであ、なしで。はい。ニンニクだけなしで。はい。はい。少々お待ちください。ありがとうございます少々お待ちくださいあ、いい鉄最後はここ3つ
すみません。濃いとか薄いとかあったら入れてください。はい、どうぞ。どうぞ。お二人さん。お待たせしました。ジャンテツラーメン。ジャンテツラーメン。こっちですよね。と、どろしおです。はい。濃いとか薄いとかあったら言ってください。絶対使える。このお店って何がきっかけで知られたんですか？大学が最寄りなんで、それで来るときは自分1週間に1回来てました。でもドロシオペッパーかジャンテツラーメンです。美味しいです。はいどうぞいらっしゃい。はいいらっしゃい。はいどうも。はいどうもありがとう。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。両サイド小、両サイドにこの。
はい、ありがとうございます。また多分よいしょCC断鉄ラーメン2つはーいはいいくで大丈夫あもうすぐお祭りの時期がやってまいりましたよ。まだできる。まだでもあれやろやっぱありがとうございチャーシューちょまっとつけとくとすぐ柔らかくなるんでありがとうございます。お願いします俺のところさ、9やったっけ？レッドスパイダージュニアだ。近くに大学あってそこの学生なんですよ。2週に1回ぐらい来てるですね。そうですか。はい、まあ、安いんで頼まれるメニューって決まってあれですか？決まってますね。ジャン鉄ラーメンですね。はい一択ですね。味が濃いです。味が濃くて中毒性あります。やっぱりあれですね、このジャン鉄ラーメンです。最高ですね。染みますわ。以上です。はい。はい、少々お待ちください。どうなるのでしょうか。週4ちょいのお待たせしました。どうしようとジャン鉄ラーメンと、濃いとか薄いとかあったら言ってください。結構来られるんですか？初次郎です。初次郎のお味いかがですか？美味しいです。なんか美味しいから行こうって言って、はいはい。一緒に来ました。ドロシオペッパーはその胡椒とかがすごいかかってて、パンチのある味と油がいっぱい入ったそのスープとかと溶け合ってすごい美味しい味わいになってます。やっぱ奈良県ってその二郎系ラーメンとかがすごい少ないんで、やっぱこういう濃いものを食べたい時にはやっぱここが一番いいかなって思います。はい。ジャン鉄ラーメンの大盛りで。
よいしょ。の中盛り。ジャンテツラーメン中盛り。ジャンテツラーメンのメガ盛りメガ盛り。はい。で、メガは何グラムなんですか？大体400グラム。茹で前ですか？茹で前。茹でたら600なる。すごいよ。いらっしゃい。クーポン。どうぞ。はい、シーさん。中盛りの方、目がこっちからごめんなさい。味濃い薄いやったら入れてください。ありがとうございます。どうしようや。ラーメンの中盛り一つと大盛り一つで、これも全然のなしなし小なし3番小。俺ら前半終わった瞬間で一番俺楽しかった。確かにしました。はい。両方一緒ですね。はい。味濃い薄いやったら入れてください。ありがとうございます。いただきます。しなしなよ。うまっ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。仕事帰りにここの駅通るんで来やすいんでよく出ます。定期的に食べたくなるなって思うんで大盛りでせっかくなんで全部同じ値段なんで少なめ中盛り大盛り。小と中と大があると思うんですけど、それぞれ何グラムずつなんですか150、200、大盛りが280。結局なんだかんだ大盛りが一番出るから、はい、仕入れ 1.6 倍ぐらいかな、この2年ぐらいで。そうですか。完食できたんですね。はい、めっちゃ頑張って僕ちょっともらいました。お腹の具合どうですか？いやもう 150% ですね。
ジャンテツラーメン。ジャンテツラーメン。で、バカ増しで。そのバカ増し。いらっしゃいませ。3人。はい、よっしゃい。まるまるまる。小まるまる。はい、A さん。はい、うまい。バカ増しにしたんですか？はい。バカ増しにしました。すごいですね。野菜美味しいです。めっちゃ。もやしが、もやし美味しいね。あとニンニクと。めっちゃ最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。こっちからいいですか？はい、チューチーあ、チューですか。チューありがとうございます。ギガチーよいしょ。すごいですね。ギガ。ギガ500グラムですね。ありがとうございます。どうもすみません。めっちゃ美味しいです。チーズトッピングしました。その時の気分でなんですけど、ある方が好きです。食べきれました。なんとか。今日は何も食べないです。ありがとうございます。メガ盛りで、こうやってそれ以外が楽しい。あとバカ増し。ジャンテツラーメン。ジャンテツラーメンもう一個。はい。メガ。メガ盛りで。ワイツから選手にチーズも弁当はどういう負担で大体中メガメガあ、俺が水中でこれやるだけで宇宙100メガ言わせてあ、違う外を食べる前に食べてどれぐらい来るような聞いてもらったら2キロのクリームチーズでこれずつしますね。が言ったらいや言いたいってどう思うごめん、お母さん。まだいけない。でもました。大盛り2つになります。ありがとうございます。中盛りニンニクなしですね。ありがとう。バージコイルスやったら言ってください。食べてた。ダメだ。女子は何人かやったっけあれ。これは何盛りにしたんですか？メガです。メガ。いけると思います。おまじか。マジ美味しいです。い
またドロシオ2つで、はい、1本で。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。濃いとか薄いとか、また言ってください。ありがとう。いや、知らん。聞いたことない。知らん。宮本さんの聞いたことない。中道。はい。ケンガンアシュラ。塩ペッパー。はい。チーズ。チーズを。はい。ありがとうございます。はい。2つこっちからチーズ付き。ノーマル。はい。濃い薄い入れてください。はい。ありがとうございます。よいしょ。マルトに。よいしょ。辛めではない。よいしょ。はい。二郎系に来たらチーズと卵は欠かせないって決めてるんで食べやすいですね。すごい。そうなんです。くどくなくて。汗をしたんで。ならないですね。発音なしで。10年通われてるんですか。ありがとうございます。もう10年経つか。苦楽を共にしてますね。覚えてらっしゃるんですか。もう。違う、この子もともとうちのバイトなんや。あ、そうなんですか。元祖の。あ、元祖アルバイト。今はもうすごい立派な社会人になっちゃったけど。で、まだ独身？独身で。おい。あら、独身だそうです。連絡はこちらまで載せてもらえるんですか。ありがとうございます。ニンニクをたっぷり入れて食べてもらう。で、次の日はお休みする。この店ができたその1周年目、1年経つ前ぐらいからアルバイトで働かせていただいてたので、この暇な時からちょっとずつこう人気が出て、今のそのいつでも並ぶ店になるとこまでずっと見てきてるので、だからそこはちょっとこう愛着があるというか。なるほど。私はこの店が一番好きです。はい、美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。社長、今日は一日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。体元気で健康で入れて家族仲良くいれることが一番の幸せなので、嫁に尽くしたいと思います。
とかは何に入れるんですか？茶。あ、チャーハン用。チャーハン用ね。結構細かくしたものをこうチャーハンに入れるんですね、これは。これが翌日分になるんです。そうそうそう。じゃあ今日使うのは昨日こうして。まだ柔らかいから切ってもバラバラになります。そうです。
一回鍋らなしで油をコーティングかければチャーハンを振るときにひっつきにくくなる。だからそのマリコって1万セントリグレープじゃなくて。片面で、はい。背脂少なめで、はい。ネギは多め、はい。そばは A1 です。一番人気はやっぱり中華そば。中華そばが尾道系に近いラーメンで、ちょっと粒状の背脂が入ってて、こう醤油のキレがあるというか。
てください。はい。何方の方？食べる前にいいよ。食べる前に。金沢から来たんですけど、はいはい。ここのラーメンが美味しいっていうことで今日来ました。すごい、金沢から。めっちゃ美味しいです。はい。本当にスープとマッチしてて本当に美味しいなと思いますでチャーシューもなんかすごい味しっかりしててなんかこう本当ザ・チャーシューみたいな感じなのが一番いいかなと思いますネギ多めと背脂。看一下シャトルです。めちゃくちゃ美味しかったです。コテコテじゃない醤油ラーメンみたいな、まろやかな醤油ラーメンみたいな感じで、チャーハンめっちゃ美味しいです。王道のチャーハンみたいな感じでめちゃくちゃ美味しいです。また来たいなって思います。やばいっしょ。うまっ。
途絶えないですね。この時間は祝日やからまあ途絶えること多分しばらく続くと思います。柏そばは鶏の親鶏をチャーシューにして、でチー油っていう鶏の油を使ってあっさりとした醤油のラーメンかな。はい、後ろと柏そばですね。背脂。すいません、チャーシュー麺の方が、はい、じゃあ食べる前にネギを混ぜてください。はい。美味しい。お味いかがですか？美味しいです。よく中華そば好きやねんな。面白いこれか。パラパラで美味しいな。てか相性が抜群やね。もう何食べるか決めてるんですか？はい。はい。決めてるんですか？チャーハン定食で。普通肩多め多め。チャーハンです。お待たせしました。はい、失礼します。そんなふんだんにありがとうございます。おきに。ありがとうございます。ありがとうございます。よく混ぜてからお召し上がりください。じゃあ食べる前にネギを混ぜてください。紙エプロン使われますか？
皆さんお味いかがですか？美味しいです。すごい美味しい。はい、お味いかがでしたか？うまい。うまい。で、昔ながらの中華そばっていう感じで、しっかりした味付けで、めちゃくちゃ美味しかったです。これでいい。これでいい。なんかもういらんことせんせんでいいっていうような。これでいいを追求してるみたいな。確かに。これがいい。すごい完食されるスピード速かった。お腹も空いてましたしね。食べたらうまかったんで。どうでした？結構並ばれたと思うんですけど。もう全然並びたいですよ。並ぶ価値は。来ても。テーブル空いたんで奥どうぞ。今日は何をご注文されたんですか？今日は中華そば。中華そばです。中華そば。めちゃくちゃ美味しかったです。いらっしゃいませ。どうぞ。醤油ラーメン。醤油ラーメン。醤油の中盛りを。中盛り醤油です。手打ち醤油です。ありがとうございます。お、ありがとうございました。手打ち麺、もちもちの手打ち麺とね。家賃ちょっと安かったんですよ、ここ。はい。で、まあ、そこと一緒ぐらいで、この麺打てるスペース取れるから。
これ今やってはるのは今日の分いうことですよね。昨日寝かして昨日寝かして、はい、これまた金曜日使うんです。あ、金曜日冷蔵庫でまた寝かせるんですよ。はこのままやと柔らかすぎてあ、はい、使えない。は一応一晩寝かして熟成させてるんですけど、はい、冷蔵庫で冷やしてちょっと置いたらしっかりするんですよ。落ち着かせるって感じですね。もう熟成とかじゃなしに。なるほど。大学生ぐらいからやってるんですよ、これ。あ、そうなんですか。そう。一回上新電機就職したんですけど、はい、もうやっぱり肌に合わなくて、大人数と働くっていうのができへんかった。ボールが好きやったんですよ。はいはい。だからサービス業が好きなんかなと思って、いろいろ勉強できるかなと思って行ったけど、ちゃうなっつって。またちゃいますもん。そう。販売員の苦労もあるんやなっつって。で観念してラーメン屋さんで仕込み嫌いやったんですけど、不器用やからね、観念してラーメン屋さんします。
からずっとなんか転々とやって。あ、いろんなラーメン屋さんそうですね。回られて、ずっとチェーン店のラーメン屋さんおったんですけど、はい、気付いたらもう独立しましたタイミングってやっぱり僕があれですね、コロナですね、やっぱり。コロナの時にちょうど上新庄おったんですけど、この前の店は天神記っていうラーメン屋さんの姉妹店やってたんですけど、そっち狭いんですよ。でこっちの方が広いから僕こっちを押してるんですけど、住所とか X に書いて載せてるんですけど。あ、マジですか。あ、ほんなら僕らもちょっとそれ見てこっち止めてください。こっちの方が広いから。後でちょっと撮影も行ってきます。割れた。醤油でよかったですか。はい。いらっしゃいませ。中盛り醤油です。手打ち醤油です。手打ち醤油。
はい。ありがとうございます。汁なしを。はい、いただきます。めっちゃ美味しいです。いや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 。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。塩です。いただきます。はい。ごちそうさまでした。
マップで見てて、はいこの近くでラーメン食べようかなと思って、はい行ったことないところ行きたかったんで探してたらここあったんで、写真美味しそうだったんで、何を頼まれたんですか？醤油で塩頼んでた。塩はどんな感じでした？塩美味しかったです。美味しい。今日何頼まれたんですか？普通に醤油ラーメン。醤油ラーメン。いつもだいたい毎回来られて醤油ラーメン。お味噌が美味しくて、冬になったらお味噌出てくるんで、それ楽しみに。あ、じゃあそろそろ12月って書いてたんで。じゃあまた12月またに来られて。そうですね。近々。ありがとうございます。月に2、3回は4回ぐらい来てるかな、週1ぐらい来てるかもしれないですね。いつも頼まれるメニューとかって決まられいてるんですか？つもはね、結構デフォルトのもう醤油が多いんですけど、僕結構スタミナとか、夏のね、冷やしのラーメンとか、はいはいあの辺は結構ガンガンいきますね。はい。おすすめなんかはあります？おすすめ、僕のおすすめは結構スタミナがおすすめです。限定のスタミナが。もう少ししたら多分出てくると思いますけど、はい。めちゃくちゃ美味しいです。はい。いつも醤油の中盛りですね。何が気に入られてます？やっぱちょっと生姜がの効いた酸味が美味しいですね。手打ち麺、もちもちの手打ち麺とね。もうコンビみたいな。まあコンビみたいなもんですね。いらっしゃいませ。どうぞ。はいどうぞ。お待たせいたしました。ご注文。どうもありがとうございました。水で締めてんじゃん。冷水で洗ってるのは打ち粉。あ、打ち粉。手打ち麺やからさ、普通の麺より打ち粉多いんや。そのままでやったらべっちゃべちゃなの。それを取ってるだけ。あ、そうなんですね。べちゃいやろ今回のやつ。いや本当にただの学生で教えてもらってるだけです。で趣味で家で料理したり
料理はめっちゃ好きなんですけど、やっぱラーメンはもう無理ですね。話聞いてたらあこんなんできんわってなるっすね。やっぱりごちそうさまです。また来ます。顔出し言ってんじゃん。これ言うんじゃんこれやっぱり。あれよ。危ないかもです。ありがとうございます。ありがとうございます。都心部とはまたちゃうんですよ東大阪って。ああ、そうか。都心の方はやっぱりおしゃれなラーメンが流行るんですけど、東大阪ってやっぱなんか特徴ないと来てくれへん、なんか職人の街というか、やっぱそっちの方が受けいいというか、そうコアなお客さん多いですよね。あんまりないね、脂肪に。もうほんまにスタミナだけやもん。一日も長く昼にかけて前まで店ができるのをもう目指しとる。検査の時28年と検査して5年前に好きな形に出てるさか
時やこれわざとわざと焼いてはるんですよね。焼いて汚れ焦げの汚れああなるほど。もう70やんな。えーもうゴチゴチ2人とも。せやから。ほんまにもうしんどいねんて。まあそうですよせやからもう夜私が出てへん。うん。 7時やで寝てんの。早すぎる。もう起きられへんねんて。もう横になりたいの。寝てもうてんの。大学生の頃な、近鉄で会長しとった。はで、俺の友達も近鉄で会長しとった。で、その紹介。せやかい、俺大学1年からずーっともう。だから1回生からずーっと一緒。何年や。もう大人としたらもうちょっとしたら50年近くなるわ。あの子の顔見て。これも硬い部分と柔らかい部分をこうやって分けて、硬い部分ってやっぱり食べた時硬いさかいにそこを炒めて、で炒めたら汁出るさかいその汁を柔らかい部分を吸ってもらうために、分けるようにな切っていっとるの。みんなお客さん硬い部分残すねや、これをしだしてからもうそれがなくなって、こっちに柔らかい部分がもう用意したの。
てると。焼き飯も油入ってないし。油入れるとマヨネーズ入れるね。よそと同じもん入れとったらよそと違う味になるやん。変なやり方やなとは思われるよね。
探してる。ないね。隠しよう。わからん。隠し合うとかあったりするから見えんのかね。完成です。
6年生3人、5年生1人、4年生。どこでもいいですよ。今日は何をご注文されたんですか？いつものスタミナ A セット。もう注文するいうか、もう勝手にいつものに。こういう感じです。はい、もういつものです。ほんまの常連さんです。もうね、25年、なんで、はい。ここやから来てて、ほんで、今変わらはったけど、ずーっとやっぱり追いかけてるし、聞くと、まめにちょこちょこマイナーチェンジはしてるみたいです。はい。めちゃくちゃうまいです。なんかもう唯一無二というか、もうここしか食べれない味というか、すごい好きですね。美味しいです。初めて来られるわけじゃないですよね。いや、何回か来たことあります。もう近くなんで、はい、久々に来たんですけど、やっぱりうまいですね。美味しいです。パンチ効いてて美味しいです。1200円です。
昔は豚骨醤油の流行りがあったし、今なんか白湯系が流行り。けど30年後からもなこれな流行ってるから。俺飲食店で一番大事なのは美味しいことではないと思うんですよ。飽きやんこと。飽きる味ってな、商売として長続きせえへんもん。一番大事なのが飽きやんこと。2番目に大事なのが美味しいこと。ここにこれ入れてみたらおいしなのちゃうかとか、そのいろんな想像が当たるもんは想像力があるわな。で失敗するやん。失敗した時に今までにないことを発見すんねや。その失敗を生かせるかとか。それから失敗せえへんならあんまり大きな成長はないわな。こんなこともあったわ。ネットで買うのに買うの間違うて買うてしまってる。はい。だからそれ何万もするもんで、もうだからそれもったいないし、これ一品入れてみたらそんなこともしなって。この買い間違いという失敗がなければそこにはいけてない。天気です。ありがとうございます。
今から魚介だしのチンタンですねのお湯を沸かします。スープは、九州にあるセントラルキッチンの方で作っております。セントラルキッチンの横に養鶏所がありまして、その養鶏所でさばいたものをすぐ調理して新鮮な状態でパウチしてこっちに配送していただけるっていう感じでやっておりまして、だからより店舗で作るよりも新鮮な状態のスープっていうのを保てるのかなと思っております。そこは2人しか、まあ、連れて行く人は必ずもう前日に真空してでそれを低温調理してますね。スープは何種類あるんですか？2種類ですね。基本的にはその鶏白湯と魚介だしを割ったスープがうちのメインの鶏そばのスープになります。でこれ鶏白湯の原液なんですけども、もう薄めてないこのスープはもうつけ麺用で使っております。その魚介つけ麺に関しては朝作った魚介のだし魚介スープのみで作っております。3種類です。3種類。はい。鶏そば、鶏つけそば、で魚介つけそばで使い分けてます。こっちは全部自家製麺でやらせていただいてます。その既存
存の鶏白湯を極限まで煮込んだちょっと濃厚な鶏のラーメンというイメージですね。鶏そばっていうものです。限界濃度鶏そばです。席数でいうと何席になるんですか？すべてカウンター12席のみです。直近で300ぐらいですかね。でも300はい、忙しかったです。めちゃめちゃすでに30名様ほどお待ちいただいている状況でした。これを今から燻製卵を作ります。麺屋ってやっぱ汚いとかってイメージがあるよねみたいな、で上質であったりとかそういうのをちょっとコンセプトにラーメン屋らしくないラーメンをやろうっていうことで始まったのがザギンだと思います。じゃあ本日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。唐揚げもご来店ありがとうございます。ご来店ありがとうございます。どうぞいらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。2番さんが限界です。では麺上がってきます。前から失礼いたします。お待たせいたしました。は
じゃあお目上がっていきます。お昼これだけやからまたお伝えします。さっき山本さん来てたやろ。限界のロースは大盛りでございます。お待たせいたしました。お待たせいたしました。気をつけてお持ちくださいませ。まあでもチャーシューも低温調理で7時間今やってますね。まあ、味付けに関しては、まあ、うちのラーメンのタレを使って味付けてます。すごい YouTube デビューだって。やったやった。まだお待ちしています。ありがとうございます。またお待ちしています。バイバイ。お気をつけて下までお持ちくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。では、手上がります。はい、お願いします。お願いします。鶏そば、並盛りと肉寿司セットを一つ、鶏チゲそば、並盛りと肉寿司ですね。これ25でいただいてます。お願いします。お願
願いいたします。では提供までお願いしますね。はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあお客様お待たせしております。鶏そば順番に行きますね。お気をつけてお盆ごとお持ちください。2番さんから揚げです。はい。唐揚げこちら乗せておきますね。お気をつけて下までお持ちください。漬け20秒。お待たせいたしました。ゆっくりどうぞ。お待たせいたしました。上がります。かしこまりました。おで粉がなくなるぐらいまでしっかり混ぜてください。任せてください。今日は何ご注文されたんですか？鶏そば？普通のラーメンめっちゃ美味しかったです。めちゃめちゃ美味しかったです。私あんまりスープ飲まないんですけど、スープもめちゃめちゃ飲んじゃいましたね。正直その妹の行こうっていう声で来たんですけど、自分だったらごぼうかってなっちゃうんですけど、いやもう謝ってありがとうと。2回目もありそうですね。いやそうですね。これありますね。で上がります。はい、お願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもお客様ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。はい。はい。では並盛りでございます。お願いします。お願いします。こんに。ご来店ありがとうございます。お待たせしてます。鶏そばからいきますね。はい、お客様どうもお待ちいただきありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。あ、いいよ、いいよ。お願いします。では提供お願いします。はい、提供参ります。はい。こちらは鶏そば並盛りでございますね。お待たせいたしました。崩しますぐお待ちしますね。どうもいってらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかもう本当にスープが泡立ってたらわかんないですけど、ふわふわでめちゃくちゃ美味しくて、麺も喉越しよく、もう本当に僕普段小食であんま食べれないんですけど、もうすぐ食べちゃって美味しかったです。崩しもなんか焼きすぎずちょっとレア感もあってすごく美味しくて、しかも2個ついてたのでびっくりしたんですけど、はい、もう最高でした。来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。
たします。はい。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。よろしくお願いします。提供参ります。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。どうも。はい。大盛り。では鶏そば大盛りご注文のお客様は鶏そば大盛りご注文のお客様です。はい。はい。鶏そば並盛りいきますね。お待たせいたしました。リクルス用の注文のお客様。ありがとうございます。はい、こんにちは。こちらは鶏そば大盛りでございます。気をつけてお持ちくださいませ。ありがとうございます。おしまいな。おしまいでおかずたっぷり食べて。一名様2組でそば2枚、ライス1枚いただきます。はい、ありがとうございます。一名様2組2番。お願いします。はい。じゃあお待たせ。はい。ありがとうございます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 。どうもお客様ありがとうございます。まだお待ちしております。はい、お待たせいたしました。厚盛り12番様。お願いします。いらっしゃいませ。こんにちは、いらっしゃいませ。お待たせしております。910番さんお願いね。はい。提供参ります。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。提供参ります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。お願いします5番さんにご手が前か、手が前。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。お客様お待たせしております。鶏そばから行きますね。お待ちいただきありがとうございます。はい、どうもいらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。スープが鶏のなんか旨味めっちゃ出ててすごい美味しかったです。インスタとかでやっぱりラーメンの出てきてごぼうの揚げるやつがすごい特徴的で、いやサクサクなんか薄く揚がっててすごいサクサクして美味しかったですし。そうなんです。1名様は11番だけ。後ろ2名さんはちょっとだけ待ってくれる？どうもお客様。
参ります。お願いします。リーチです。お待たせいたしました。俺は全然いける。どう考えたらあれか。私が買った分が大体